序章。この動画を見てはいけない人たち。教科書に載らない。学校でも就活サイトでも教えてくれない。友達が少ない人間の本当の真実を知りたくない人は見ないでほしい。これから話すのは、友達が多いイコール正常。一人でいるイコール、問題があるという常識を、データと科学と哲学で完全に解体する話だ。この動画を最後まで見ることで、あなたは自分の孤独が欠陥ではなく、深く生きようとする証明であることを理解する心理学、神経科学、哲学、社会学、長期追跡研究を総合し、一人が好きで友達が少ない人の真実を徹底的に検証する。第1章。日本における孤独の現在地。数字が語る普通の孤独。まず現実のデータを見る。内閣府が2021年に実施した孤独孤立の実態把握に関する全国調査では、20歳以上の約2万人を対象とし、孤独を感じると回答した割合が全体の 40% を超えた。特に孤独感が高いのは高齢者ではなく、20代から30代の若い世代であり、これは多くの人が想像する孤独のイメージとは正反対だ。NHK が2022年に実施した友人関係に関する意識調査では、友人の数が1人から4人という回答が最も多く、男性の 14.6% が友人はいないと回答した。社会人になってから友人を作ることが難しいと感じる割合は、男性で 82.5%、女性で 75.6% に達した。つまり友達が少ない状態は特定の問題ある個人の話ではなく、現代日本の多数派の現実だ。では、なぜ人は孤独を恐れるのか。マズローの欲求の階層構造理論1954年では、生理的欲求と安全欲求が満たされた後に、社会的帰属欲求が現れると説明される人類の進化の歴史において、集団から外れることは死を意味していたため、孤独への恐怖は生存本能と深く結びついている。しかし現代社会では、物理的な孤立が直ちに死を招く状況は大幅に減少し、孤独への恐怖は現実のリスクとは切り離された時代遅れの本能反応になっている。友達が少ない愛イコール問題があるという認識は社会的帰属本能の化石であり、現代の現実には対応していない。次章でこの問題をより深く脳の構造から解明する。第2章。内向性という才能。静かな人間の脳で何が起きているのか。内向型の人は一人が好きだが、よく人見知り、暗い、消極的と誤解されがちだ。2012年、スーザン・ケインは内向型人間の時代で内向型と外向型の脳の刺激処理の違いを詳細に示した。外向型は刺激が少ないと不快感を覚え、刺激を求めることでエネルギーを補充する。内向型は刺激が多すぎると消耗し、静かな環境や少人数との対話でエネルギーを回復する。これは性格の良し悪しではなく、脳の報酬系感受性の違いだ。神経科学的な知見によれば、内向型はドーパミンの感受性が高く、同僚の刺激に対して強く反応する傾向がある。パーティーの喧騒は外向型にとって適度な刺激だが、内向型にとっては過負荷になるため、一人の時間が必要になる。多くの偉大な芸術家や科学者は内向型であり、テーマに深く没入する能力が強みとなってきた。アルベルト・アインシュタインは一人で考える時間を重視し、フランツ・カフカは孤独な夜の時間に作品を生み出した。内向型は深く処理する能力により、表面的な広さよりも圧倒的な深さを生み出す友達が少ないのは、広く浅くより少数と深く関わることを本能的に求めるためであり、関係の質は決して低くない。第3章。 HSP という特性。世界をより深く感じる人たちの孤独。 HSP とはの略で、1996年に心理学者エレイン・アーロンが提唱した概念であり、全人口の約15から 20% が該当するとされる。HSP の特徴は、外部情報を深く細かく処理し、他者の感情変化や環境変化に敏感に反応し、芸術や音楽に深く感動し、他者の痛みに強く共感することだ。同時に過剰な刺激下では、覚醒型の状態に陥り、思考と判断力が低下するため、多人数の場はパフォーマンスを大きく下げる。静かな時間を確保し、刺激量をコントロールすれば、通常以上に高い思考の質と感情の深さを発揮できる。社会でよく言われる、もっと人と交わるべきだというアドバイスは、HSP にとって逆効果であり、自分の特性を理解し、一人の時間を意識的に選択することが最適な生き方につながる。 HSP は共感能力が高く、一度深い関係を築いた相手に対して豊かなサポートを提供できるため、友人数は少なくても関係の深さと質は高い。2003年、クリストファー・ロングとジェームズ・アベリルは孤独の利益で自発的孤独と非自発的孤独を区別した。自発的に選んだ一人の時間は創造性、自己理解、精神的安定、生産性の向上につながり、望まない孤立は抑うつや不安、認知機能の低下につながるとされる。自分で選んだ一人の時間は
個人を強化する。自章でその具体的な能力と結果をデータとともに掘り下げる。第4章、孤独の生産性。一人の時間が生み出す想像力と思考の深さ。一人の時間は単なる休息ではなく、人間の思考が最も深く自由に動く時間だ。1958年、発達心理学者のドナルド・イニコットは、一人でいられる能力という論文で、一人でいられる能力が心理的成熟の核心であると論じた彼は、これを内的な他者の存在と表現し、内的な対話相手を持つことで、物理的に一人でも豊かな思考と感情の世界を持てると述べた。グループ思考に関する研究は、繰り返し、集団での議論より、個人の熟考の方が、アイデアの独創性と質が高い傾向を示してきた人は、他者の視線があると無意識に自己検閲を働かせるため、一人の静かな空間だけが完全に自由な思考を可能にする。2019年にロチェスター大学らの研究グループが発表した研究では、自発的な孤独の時間が自己理解、価値観の明確化、精神的安定と性の相関関係にあることが示された。日本の精神科医、河合隼は、孤独と出会いで、真の他者との出会いにはまず、自分自身との深い出会いが必要と論じ、一人の時間で自分と向き合う人ほど、他者と深くつながれると述べた。孤独は社会との切断ではなく、より深い接続のための準備だ。第5章、SNS という罠。デジタル時代のつながり幻想と孤独感の増幅。SNS の普及により、物理的に一人でも常に他者の生活を見続ける環境が生まれた。シェリー・タークルは著書、つながっているのに孤独。2011年でこの現象を、つながりの逆説と呼び、デジタルでのつながりが増えるほど、本質的な孤独感が深まると指摘した。SNS は比較の装置であり、他者の楽しそうな写真や充実した休日を見ると、自分は遅れている、自分は劣っていると、無意識に感じる。レオン・フェスティンガーの社会的比較理論1954年は、人は常に他者と比較して自己評価を行うと述べており、SNS により比較対象が世界中に広がった現代では、認知的負荷が大幅に増大している。心理学者のジーン・トゥエンジは IGEN2017 年でスマートフォンと SNS が普及した世代で孤独感、抑うつ傾向、自己肯定感の低下が統計的に増加し、使用時間が長いほど孤独感が強く、距離を置くほど精神的安定が高まるとデータで示した。現代の一人好きは、一人の時間を大切にしたいにもかかわらず、スマートフォンが常に他者の賑やかなつながりを提示し、自発的な孤独が非自発的な孤独感に変わる。リスクを抱えている解決策は、一人の時間に SNS を見ない選択を意識し、スマートフォンを置いて、時間を完全に自分のものにすることだ。孤独を肯定的に選択できる感覚が強みとなり、孤独をポジティブに捉える人は、自尊感情が高く、抑うつ傾向が低いことが、複数の研究で示されている。一人の時間の質を決めるのは、何をするかではなく、どのような意識で過ごすかだ。SNS で他者と比較し続ける。一人の時間は人を弱くし、内側に向き合い没頭する時間は人を強くする。同じ一人の時間が意識の向け方一つで、全く異なる結果をもたらすことを理解することが、本当の意味での知恵だ。第6章、哲学が語る孤独。アーレント、ニーチェ、ウィトゲンシュタイン、河合隼。哲学者たちは孤独を欠如ではなく、充足の条件として捉えてきた。ハンナ・アーレントは、1958年の人間の条件で孤独を3つに区分した。1つ目はソリテュードと呼ばれる自分自身との対話の状態で、否定的なものではなく、思考を進化させるために必要な時間だ。2つ目はアイソレーションと呼ばれる他者の干渉がない状態で、純粋な内的対話は、完全な孤立の中でしか生まれないと述べた。3つ目は、ロンリネスと呼ばれる。他者を強く切望しながら一人でいる状態で、これは大勢の人混みの中で最も強く現れ、アーレントは危険な状態と位置づけた。ニーチェは自分を深く知るにはまず孤独に入れと述べ、群衆の中に溶け込む生き方を自己喪失と表現した。ルートビヒュイト・ゲンシュタインは、ノルウェーの山中で数ヶ月の孤独な生活を送り、言語と思考の本質を探求した。河合隼は、孤独と出会いで、孤独は明るい面も暗い面も矛盾も含めた全体的な自己を受け入れるための必須体験であり、孤独を経た人だけが他者との真の出会いを果たせると説いた。孤独を恐れる人は自分自身と向き合うことを恐れており、孤独を選べる人は自分自身と深く向き合う準備ができている人だ。第7章、人間関係の質。深いつながりが広いつながりに勝る理由。友人が少ないことは本当に不利なのか。進化心理学者のロビン・ダンバーは、人間が安定した社会的関係を維持できる上限は約150人で、特に親密な関係は約5人、深い友情は約15人程度だという。ダンバー数の概念を提唱した1990年代、ハーバード大学の成人発達研究は75年以上にわたり、数百人を追跡し、幸福と健康を最も強く予測する要因は、関係の質であると結論付けた。
少数であっても深い人間関係を持つ人は幸福度と健康寿命が高い傾向があることが、この研究で繰り返し確認された。ジョン・ボールビーの愛着理論では、関係する相手が安全基地として機能するかどうかが健全な人間関係の本質だと論じた。少数の友人との深い関係は安全基地として機能し、さらに一人の時間でスキルや専門性を深めることで人生の質が向上する。神経科学者の中野信子は著書「孤独が最強の戦略である」で、孤独を選択できる人は多数派の平均的な思考に引きずられず、独自の能力を限界まで高められると指摘した。友達が少ないことは人間関係の失敗ではなく、深さを優先した選択の結果だ。第8章、社会が押し付ける普通の人間関係という幻想。もっと社交的になるべきだという言葉を学校の先生や親、上司、友人から何度も聞かされたことがあるだろう。しかしその価値観はどこから来たのか。人類学的に見ると、社交性の評価は文化によって大きく異なる。アメリカやブラジルは外交性を高く評価する一方、フィンランドや日本は静けさと内政を美徳とする傾向がある。フィンランドでは沈黙は金という価値観が根付いており、日本でも維新伝心や目は口ほどに物を言うといった概念が長く受け継がれてきたにもかかわらず、現代日本では声が大きく誰とでも話せる人が理想的な社会人とされ、文化的多様性を無視した一面的な価値観が押し付けられている。スーザン・ケインは内向型人間の時代で、19世紀までのアメリカは品格、つまり誠実さ、勤勉さ、道徳的な強さを評価基準としてきたが、20世紀に入り大都市化と大企業の台頭により外交的な性格が成功の条件とされたことを指摘した。これを外交性バイアスと呼び、外交型が有利なシステムが教育、会議、採用面接にまで深く浸透していると論じた。集団での討議より個人の熟考が質の高い判断と創造的な解決策を生むケースが多く、声の大きさが正しさの証明にはならず、多数が賛成することが最善策である。保証もない外交性への圧力は長所を短所に変える文化的な誤りであり、変わる必要があるのは個人ではなく社会の価値観の方だ。ただし極端な孤立は問題を生む。人との交流が完全にゼロの状態が長く続くことは心身への悪影響が研究で確認されている。重要なのは、一人が好きという状態と他者とつながれない状態は根本的に異なるということだ。前者は深くつながる能力を持ちながら表面的で消耗するつながりを選ばないだけだ。第9章、友達が少ない人の本当の強み。10のこと。ここまでで一人が好きな人の脳の特性、心理的メカニズム、哲学的背景、社会的誤解を見てきた。ここでは友達が少ない人が持つ具体的な強みを10の観点で整理する。1つ目は深く考える能力だ。他者に合わせる時間を思考に投資でき、知的な深みと問題解決力が高まる。2つ目は自己認識の正確さだ。自分の感情、思考、価値観を深く理解し、職業選択や意思決定において圧倒的な強みとなる。3つ目は集中力の高さだ。長時間一人で作業や思考に没頭でき、作家、研究者、プログラマーなど深い集中を要する分野で卓越した成果を上げやすい。4つ目は人間関係における誠実さだ。少数の関係に本質的な誠実さで向き合い、表面的な愛想よりも深い理解と共感を重視する。5つ目は流されない判断力だ。集団の同調圧力にさらされにくく、内側に価値判断の基準を持つため外部の圧力に引きずられにくい。6つ目はエネルギーの効率的な管理だ。消耗する関係や環境を避け、本当に大切なことにエネルギーを集中でき、持続的な高パフォーマンスが可能になる。7つ目は深い共感能力だ。感受性が高く他者の感情を深く理解し、少数と深く向き合う時間が表面的な理解を超えた共感を生む。8つ目は独立した価値観の確立だ。他者の承認なしに自分の価値観を保持でき、 SNS 時代の自己評価の揺らぎに強い精神的基盤を持てる。9つ目は鋭い観察力だ。静かに観察することで場の空気や他者の感情、状況の本質を読み取る能力が高く、仕事や創造の場でも活かせる。10つ目は自分自身との関係の豊かさだ。一人の時間を愛せることで自己との関係が豊かになり、孤独を恐れず自分を深く受け入れる精神的基盤となる。これらの強みは社会が欠点とラベル付けしてきたものだが、実は深く生きようとする人間の宝だ。友達が少ないことは欠陥ではなく、深く生きる証だ。第10章、孤独と創造性。偉大な発見はいつも静寂の中から生まれた。歴史的に多くの偉大な発見や思想は一人の時間から生まれてきた。チャールズ・ダーウィンは毎日決まったルートを一人で散歩しながら試作し、自然選択の理論を練り上げた。アイザック・ニュートンはペストの流行により18ヶ月の孤独な時間を過ごし、微積分学と万有引力の理論の基礎を築いた。ブレーズ・パスカルは
人間のほぼ全ての不幸は一人部屋に静かに座っていられないことから来ると述べた。松尾芭蕉は奥の細道で旅の孤独そのものを創造の源にした。現代においても多くの作家、プログラマー、音楽家が深夜の静寂の中で最高の作品を生み出している。脳科学の観点ではデフォルトモードネットワークと呼ばれる脳の回路が人が外部刺激なく静かにしている時に活性化する。このネットワークは過去の記憶と現在の状況を結びつけ、新しいパターンや洞察を生成する役割を担っている。常に外部刺激にさらされる生活ではこのネットワークが十分に機能しにくく、意図的な孤独の時間は創造性を高める神経科学的な根拠がある。一人の時間を持てる人は思考の進化と創造的な洞察において構造的な優位性を持っている。第11章、現代社会と孤独の最定義。デジタル化グローバル化の中で孤独を生きる。現代社会は空前の接続型の時代だ。スマートフォン、SNS、オンライン会議、メッセージアプリにより物理的に一人でいても常に他者からの刺激と期待にさらされ続けている。この環境は一人が好きな人にとって特に消耗が大きく、意図的に接続を断つ時間を設けない限り本当の一人の時間は実現しない。デジタルミニマリズムの概念を提唱したカル・ニューポートは、意図的にデジタルデバイスとの距離を置くことで集中力、創造性、精神的安定が向上すると論じた。テクノロジーを使うか使われるかの違いが現代における一人の時間の質を大きく決定する。グローバル化の観点ではリモートワークの普及により働く場所と人間関係の選択肢が広がり、物理的な集団に縛られなくても高い成果を上げられる環境が整いつつある。一人が好きな人にとってこの変化は生き方の選択肢が劇的に広がったことを意味する。かつてはみんなと一緒にいる場所でしか仕事や社会参加ができなかったが、今は自分のペースと環境を選びながら深い貢献ができる時代だ。孤独の再定義が必要だ。孤独とは誰ともいない状態ではなく、自分自身と深くいる状態だ。他者といる時も自分を失わず、一人の時も豊かな内的世界を持てること。それが真の意味での孤独を生きる力だ。最終章、数字と哲学が語る一人の価値。ここまで見てきたデータと哲学と科学を整理する。内閣府の調査では日本人の 40% 以上が孤独を感じており、友達が少ない状態は多数派の現実だ。ハーバード大学の75年以上にわたる追跡研究は、人生の幸福と健康を決めるのは関係の量ではなく質だと繰り返し示した。脳科学はデフォルトモードネットワークを通じ、孤独の時間が創造性と深い思考の生物学的基盤であることを明らかにした。哲学者アーレント・ニーチェ、ウィトゲンシュタイン、河合隼は孤独を欠如ではなく充足の条件として論じた。スーザン・ケインは外交性バイアスという社会的な歪みを指摘し、内向型が持つ深さの価値を再評価した。これら全てが一つの結論を指している。一人が好きで友達が少ないことは修正すべき欠陥ではなく、深く生きようとする人間の本質的な姿だ。問題は友達の数ではなく、関係の質と自分自身との関係の豊かさだ。外のつながりを広げることよりも内側の深さを磨くことを選んできた。あなたは社会の常識よりはるかに重要なものを大切にしてきた。エンディング、核心要点まとめ。第一に、友達が少ない状態は現代日本の多数派の現実であり、個人の欠陥ではない。第二に、内向型や HSP の特性は脳の構造的な違いであり、深い思考、強い共感、高い集中力という強みと直結している。第三に、自発的に選んだ孤独の時間は創造性、自己理解、精神的安定を高め、望まない孤立とは根本的に異なる。第4に、SNS と常時接続の環境は、自発的な孤独を非自発的な孤独感に変える罠であり、意図的な接続の遮断が、質の高い一人の時間を守る。第5に、社会が押し付ける、友達が多いイコール、正常、幸せという価値観は、外交性バイアスという文化的な歪みの産物であり、現実のデータと科学的知見はその反対を示している。友達が少ないあなたへ。あなたはおかしくない。深く生きようとしているだけだ。その選択は、数十年にわたる科学と哲学の積み重ねが指示している。チャンネル登録と高評価で、次の動画でも一緒に深く考えよう。ご視聴ありがとうございました。